Designer Hub。今回のテーマはエフィーとの出会い、ラファエル・ゼンパとの出会いです。はい、ということで、はい、エフィーさん、ラスキンのはい、結婚相手ですね。恋バナがちょっと入ります。ここから先がまたややこしい話になるんで、ちょっと休憩というか、ラブコメの話かなっていういいですね。感じです。20代でもう華々しいデビューをね、飾っているラスキンなんですけど、彼は29歳、1848年に、ユーフェミア・チャーマーズ・グレイという女性、あだ名がエフィーです、と結婚します。でこの時に、その次の年かな、に建築の7棟っていう、これもすごく有名な、著作なんですけど、を出版します。なんかもう本当にあれですね、結婚もできたし、自分の書きたいものも書けてるし、でそれがめっちゃヒットするしで、もう順風満帆、最高ですね。はいっていう感じなんですけど、ちょっとここで脱線して、彼が唯一書いた童話、ファンタジー作品を書くんですけど、そこについてちょっと面白かったんで紹介したいなって思います。でこのファンタジー作品が黄金川の王様、ザ・キング・オブ・ザ・ゴールデン・リバーっていう作品なんですけど、これをエフィのために書くんですよ。どういう愛情表現なんだろうって思うんですけど、書きました。そのお話、読んだんですけど、世界観がすごくラスキンらしいというか面白かったので、ちょっとそこについて話したいなって思います。でこれ実際に出版されるんですよ。最初贈り物として書かれてたんですけど、昔なんでその大量生産する前にまず原本みたいなのがあるわけですよね。それを友人が持ってて、でこれがいいからっていうので出版しようっていうので、渋々出版したっていうのがあったらしいんですけど、この辺面白いつながりだなと思ってて、挿絵を担当したリチャード・ドイルさんっていう人が聞いたことありますね。いるんですけど、雰囲気をね、そう、アーサー・コナン・ドイルの叔父なんですよ、みたいな。この辺の時代著名人のつながりっていうのが多分いろいろ今よりもあったんだろうなっていうふうには。コナン君の元、そうそう、コナンです。もう本当に、この人いないとね、メイン探偵コナンはないわけで、そうですね、っていう人ともなんかつながりがあったりします。実際どんなお話なんですかこれは。なんかね、まず描写がね、すごく繊細なんですよ。童話なんで、子供でも楽しめるような話になってるんですけど、そんな細かい描写いらないだろうみたいなぐらい、なんか最初の冒頭に風景描写ですよね、っていうのがあるんですけど、それがすごく必要以上に細やかにされていて、ラスキンらしいなと思って読んでたんですけど、舞台はそのスティリアっていう場所なんですね。オーストリアの地方なんですけど、今でも残ってる地名で、オーストリアって6つの州があるんですよね。ごめんなさい、9つの、その中の1つとしてスティリアって名前は、まだ残ってて、そこに宝の谷って言われる、すごく肥沃な、土地がありましたと、でそこに3兄弟が住んでましたと、で、こうね、すごい童話あるあるだなと思うんですけど、上2人の性格がめっちゃ悪いんですよ、ですごいブサイクですごく腹黒でみたいな、一方で末っ子はすごく優しい、心優しくて、美男であったみたいな、そういうなんかあるあるの設定、で始まって、その裕福なその土地を占有したというか、そこでしか取れないものを高く売ったりとか、貧しい人に与えることはせず、彼らがそれを占有して過ごしてたっていう3兄弟、でその上2人の言いなりになってたみたいな末っ子が、なんか逆らうと殴られるみたいな、感じだったんですけど、そこにある日、すごく嵐の日ですね、にお兄さんが留守の時にその誰も家に入れるなっていう言いつけだったんですけど、なんかずぶ濡れのおじいさんが訪ねてくるんですよ、でそれを優しい末っ子は家にあげちゃうんですよね。で帰ってきた兄たちがそれを見てブチギレると。でそのおじいさんを追い出しちゃうんですよね。で実はそのおじいさんが南西風、南の西から来る風ですよね、南西風が化けた姿だったんですよ。風が化けた姿っていうちょっとねとんでも設定、エレメントクリーチャーみたいなそうでおじさんの怒りを買った兄弟たちは、その弟何も悪くないんですけど、家と財産丸ごと吹っ飛ばされちゃうんですよね、風で。で豊かな土地も失ってしまうっていうので、第一章が終わるっていう感じで、
でその次の章で町に出てきた兄弟たちがその金細工職人をしてどうにか生きていこうっていう風に頑張るんですけど、末っ子が大事にしてたマグカップがあるんですね、はい、でそれを、そこに金属が含まれていて、でそれを溶かしてそれを売っちゃおうっていう風に考えるんですね兄弟が。そしたらまたそのマグカップがその黄金の皮の王を名乗るドワーフなんか小人に変身するんですよ、はい、でその黄金の川っていうのが彼たちがもともと住んでた肥沃な土地に流れてる川、夕日がすごく綺麗に当たってキラキラしてるから黄金の川っていうふうに言われてるんですけど、その聖なる水聖水っていうのがあるじゃないですか、をその黄金の川に3滴流せばその川は黄金へと変わるだろうっていうふうに言うわけですね兄弟たちに。で兄2人はもうそれを聞いて自分たちね黄金の皮をゲットできたらまた生活戻れるからっていうので真っ先に聖水をゲットして黄金の皮に垂らしに行こうとするんですけど、その道中でなんか老人とか犬とか子供とか死にかけの人がたくさん出てくるんですよね、でそれらを、兄2人はそういう性格なんで、足毛にして気にせず進んでいくと、で実際にその聖水を川に流すんですけど、結局黄金の川に変わることなく、彼らは逆に黒い岩に変えられちゃうんですよね、で一方でその兄が戻ってこないから心配になって助けに行った末っ子っていうのはその道中に同じように現れる老人とか死にかけの犬とかにその水を与えてあげるんですよ、で最後の最後にその聖水ってもうほんと数滴しか残んなかったんだけど、それをこう最後川に流してですると荒れ果てた土地が復活するんですよね。だから実際に川から金銀財宝が溢れ出てくるっていうようなものじゃなくて、その末っ子の行動によってまた豊かな自然が戻って、で結果として彼は豊かな土地を再び手にすることができましたっていうお話。素敵ですね。そうなんですけど、なんかここにすごくエンディングとかも含めてね、ラスキンらしさが現れてるなっていう風に思ってて、やっぱどうしてもそのよくある童話で言うと最後ってね、それこそ金銀財宝を手にしてハッピーエンドじゃないですか、桃太郎とかもそうですよね。そうね、じゃなくて自然が復活するみたいな、で特にこの産業革命の時代、だからそういう資本みたいなその富に対する価値観って今よりもこのお金の方に寄ってたと思うんですけど、じゃなくて彼はその環境を彼の良い行いによって復活させるみたいなっていうのが彼の考えた結末としてあって、なんかこの童話の中にもジョン・ラスキン節が出てるなっていう、印象を僕は受けたっていう作品なんですよね。で彼のその有名な言葉というか名言として、There are many religion 宗教、but there is only one morality っていうのがあるんですよね。宗教は数あれど正しい道徳は一つであるみたいな意味になるんですけど、なんかそういった精神がまさに反映されているというか、当時ねキリスト教があって、でカトリックがあって、で彼はプロテスタントで他にもいろんな宗教がありますと、だから信じるものはたくさんそれぞれあるとは思うんだけど、他者への愛、慈悲深い心っていうのは共通して大切なものだよねっていう、そういうことを彼は言いたかったのかなっていう、そういった作品を恋人のために書くっていう、素敵だね、なんか今の価値観でいうとちょっと重いなっていうそうだねそうだけどねのはあるんですけど、すごいね一貫してますよね。ここから話がいろいろね、ラスキンの人生の話ここからいろいろ出てきますけど、常にこういった精神が根底にあるなっていうのは、思います。で1851年にターナーさんが亡くなっちゃいます、割と年上だったからね、ラスキーは32歳時です、でこの年にそのラファエル・ゼンパの人たちと知り合う、で前回最後の方に軽く説明したんですけど、もう少し詳細に話します、ラファエル・ゼンパっていうのはラファエルが人の名前、でゼンっていうのは前ですね、漢字で前の派閥です、で日本語だと派閥、その派っていう言葉が使われるんですけど、英語だとこのブラザーフッドなんですよね。直訳するとこう兄弟団みたいな、
ブラザーたちみたいな、そういう意味合い、だから前回話してたようなそのロマン主義とか新古典主義っていうよりかは、もう少しサークルみたいな概念としてあって、その名前の通りなんですけど、そのラファエルよりも前のものを信じる兄弟団っていう感じなんですよね。で彼らのその作品っていうのにはそのサインとしてね、こう PRB ってイニシャルですね、ラファエル全派のプリ・ラファエライト・ブラザーフッド、が書かれてたりっていう割とこう秘密結社っぽいなんかね、ちょっとね現代だとわからないんですけど、当時そういうヨーロッパにはそういったものが割とあったらしくてね、そういった組織の人たちと出会えます。でじゃあそもそもラファエルって何なのっていう、で前回の芸術の話にもつながってくるんですけど、イタリア語でラファエロって言うんですけど、ルネサンス時代を代表する芸術家の名前なんですね。ルネサンスの一番栄えてる時の芸術家といえばラファエルみたいなのがあって、前回のその話にもあったと思うんですけど、当時イギリスっていうのは新古典主義、つまりルネサンスの時、つまりキリスト教以前のもの、古代ギリシアの芸術っていうものを尊重してましたよね、そういった書き方が素晴らしいんだっていうふうに言ってましたよね。で、このラファエル全派の人たちって学生だったんですよ。で彼らの行ってた学校っていうのもルネサンス的で新古典主義的でラファエルっぽいものしか教えてなかった、なんだけど彼らはそれに対して違和感を持っていた。だからラファエルの登場よりも前の書き方っていうのを俺たちはやっていくんだ、それがちょっと直接ロマン主義にはこの時まだどうなんだ結びついてるのかちょっと怪しいんですけど、つまり新古典主義は嫌だよっていう集団ですよね。つまりラスキンと同じ価値観なんですよ。で彼らをラスキンは今後支えていくことになります。それはパトロンとしてその金銭的にもそうだし、なんかそもそも芸術への向き合い方とかっていうのをその教えるっていうティーチするっていう側でも関わっていくっていうすごい大切なラスキンにとっても大切だしラファエル全派にとってもすごく大事な出会いっていうのがここで、あります。で彼らのその構成メンバー軽く紹介するんですけど、ロセッティっていう人と、ハントっていう人と、ミレイっていう人、この3人が最初結託して作るものになります。で彼らはロイヤルアカデミー附属美術学院っていう、王立芸術院とも言うんですけど、日本でいう東京芸大みたいなもう国がやってる国立のもう超エリートの芸術学校みたいなところの3人が手を組みます。で後日ねまたウィリアム・モリスとかもやると思うんですけど、そうここに出てくる人がいろいろ絡んでくるんですよ。ロセッティってまたウィリアム・モリスの時出てくるし、この後でもまた出てくるんですけど、っていう人がいたりとかしますね。でさっきのエフィとこのミレイ、ラファエル全派のミレイっていうのがちょっとまたことをややこしくするんですよね、この2人の関係が。この時ラスキンってもうすでにさっき建築の7棟って、話したと思うんですけど、建築の7棟の次にそのベネツィアの石って両方建築について書いてる著作なんですけど、もうラスキンを代表する著作、この辺を書いてますとっていう時期でいろいろ旅行とかしてたんですよね。ベネツィアに実際行って、実際にあるものをね見たりとかね、っていうのをやっていて、でこの時はベネチアじゃなかったんですけどスコットランドに旅行に行くんですよ。でそのメンバーがラスキンとエフィとミレイなんですよね。で要はその夫婦とお弟子の、3人男の子で3人で行くみたいな、ちょっともう怪しいんですけど、そうだね。でこのミレイっていう人が、ラスキンの肖像画を描いてくれたりとかね、普通に仲いいんですけど、エフィとできちゃうんですよね。あら昼ドラになりますね。めっちゃ昼ドラで、でこれはなんかそのミレイが分取ったっていうような感じでもなくて、そもそもこのラスキンとエフィの関係っていうのが割と冷え込んでたっていうのがあったみたいで、キリスト教の価値観なんで離婚ってダメなわけですね。で彼らはプロテスタントなんで、カトリックって基本離婚ダメなんですけど、プロテスタントはもうちょっと寛容っていうのがあって、でそのラスキンとエフィがその肉体的な関係がやっぱあんまなかった、これが本当になかったのか少なかっただけなのかちょっと分かんないんですけど、
肉体的な関係がないから、この婚姻関係ってなかったことにできるよねみたいな感じ、でエフィー側が離婚したいですっていうのを申し立てて、でこれも今みたいにさなんか役所に出して終わりとかじゃなくて、教会がそれを認めなきゃいけないわけですよね、で結果そのエフィーの申請がちゃんと承認されて離婚が成立しちゃうっていう事件が彼が35歳の時に起こります。だから結婚して5年ぐらい経ってるのかな、6年かぐらい経ってるっていう感じなんですけど、でその後にミレイと結婚しちゃうっていうエフィーがね辛いそうかなりショックだっただろうし、なんか僕がラスキンすごいなって思ったのは、なんかいろいろありつつ、結局彼ってラファエル前波をずっと守り続けるんですよ。この後もそこにミレイはいるの？いますね。強いね。ただあれかな、ミレイは割とね方向性の違いからバラバラと分かれていくから、最初の初期面がどんどん離れていくみたいなのが今後、ラファエル前波にはあるし、この3人以外にも後から人がバーって入ってきてるから、いろいろいるんですけど登場人物は、ただね普通の感覚だったらさ、俺たちのこの夫婦間の自分にね要因が多少あったかもしんないけど、きっかけとしてはさ、ラファエル前波の人間が自分たちの夫婦仲を、裂いたと言ってもね過言ではない、そういった受け取り方をしてもおかしくないような状況だとは思うんですけど、そんなの関係ないっていうところで彼の信念を貫き通すっていうのでちゃんと守り続けるっていう、なんか人として尊敬できるなっていうのはすごく思うというか、そっか、もしかしたらねドライでさ恋愛とその仕事じゃないけどさ、もう分けて考えるって人かもしれないし、そうですね、そのミレイもだけどラスキンがもう冷めてる感じだから、割り切っていいよねってのもありそうだよね。なんかもしかしたらねそのエフィーに対する申し訳なさとかもあったのかもなとかって想像しますけど、でもねさっきの芸術の話もそうですけど、世の中的にこうさっきのさこう振り子の動きで、やっぱ新古典主義ってものが出てきている中でロマン主義っていうのを挙げてきて、でどっちかっていうとその世の中の理解としては新古典主義の方が、写実的で今の時代に合っていて、そのキリスト教一辺倒じゃないし、貴族的なものも否定して人間らしくあろうぜっていうそのロマン主義ってどっちかっていうとこう自分勝手なものというか、パッと第一印象で見た時にやっぱ新古典主義の方が写実的で、なんだろう今の時代に合ってるというか、評価されるのもすごくわかるんですよね、当時の時代背景見てるけど、やっぱそこに実はロマン主義の方が写実的なんだよみたいな、そっちの方が自然に即してるんだよみたいなことを、そう別の視点から持ってくるわけじゃないですかラスキンって。そうだね、なんかすごくこれは彼の主観もかなりあるとは思うんだけど、なんか当たり前を疑ってすごく客観視できてるというか、当たり前に流されないみたいなところはすごくあるなと思っていて、だから冷静だなっていうのはすごい思うんですよね。そうだね、だからこのエフィーとの関係に対しても、実際どうしようもならないこの現実はありつつ、なんかそうじゃない自分のやりたいことって本当は何なんだろうみたいな時に、多分ラファエル前波を守る擁護するっていうのは彼のそういうプライベートの関係をいろいろ問題はありつつ、やっぱそういうのを抜きにして考えた時にやっぱり彼のやりたいことだったんだろうなって思うし、なんかそこを公私混合させないのって立派だなというか、すごい理性的な人だなっていうふうに、僕の目からは映るなっていう、いいです、強いですね、感じですね。ちょっとねこの後もまた別の女性が出てきたりとかあるんで、割とドロドロしたね女性関係ではあるんですけど、だからあれですね、この後はさっき軽く紹介した建築の7棟とベネツィアの石について、さっきまではね絵画の話をずっとしてたんですけど、ここからちょっと建築の方に視点を移して話していければいいのかなというふうに思っています。じゃあそんな感じで今日はそんな感じです。ではまたお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。